ちょっと前回触れなかったっていうか紹介しなかったんですけど、これタンクめちゃくちゃ綺麗ですね。これはちょっと非常に感謝しなければいけないんですけど、取引先のその預けてくださった社長さんがうちに入れるためにこういうとこは先にやっといてくれるという。なんでなんかうちで動かしやすいようにいろいろその最低限のことはやって入れてくれるという、非常に助かる業者さんです。はい、これは前回のちょっと紹介忘れの補足でした。さっきっていうかこの後下回りを見ていくんですけど、下回りに繋がってたこのパイプですね。パイプもすごい綺麗なのついてます。本当にありがたいですね。はい、ではちょっと下回りを見ていきましょう。はい、こんにちは、ガレージマラです。おととい、紹介の動画を上げたケメリなんですけど、状態を把握するために今リフトに持ってきました。ちょっとリフト足かけるときちょっと大変だったんですけど、上がることが分かったので、ちょっと上げて下回りを見ていこうと思います。じゃあ上げます。はい、上げていきます。このホイールもなんか往年のあれですね、もう旧車らしいホイールですけど、はい、結構かける場所が錆びやすい、旧車は錆びやすい位置なんで大変でした。もう下が結構あれなんですけど、はい、上がりましたのでちょっと見ていこうと思います。フロントはそうですね、この辺とかもうそのバンパーの裏は穴開いてたり、この辺とかですかね、穴開いてたりするんですけど、そのリフトをかけるとき、ここですね、ここが結構もう腐ってボロボロになることが多いんで、ここ結構危ないです。これリフト上げれるだけ優秀ではあるんですけど、あと下はもうそうですね、紹介動画で言ってた水が溜まる場所っていうのはもうこんな感じで下から見ると穴が開いて、そうですね、もうドアも内側まで行っちゃってますねこれ。はい、で反対側も反対側まだマシですかね。ただマシとは言っても結構錆びでボロボロになってはいます。真ん中ももう錆びて穴開いちゃってますね。こっちは全然優秀ですね。ここら辺穴開いてないので、ちょっとここなんか変形してますね。はい、意外となんか下回りはそんなんでもないですね。またこのステップがあれですねはい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。だいぶ見やすい。見やすいでしょ。だいぶ見やすいですね。これひどいでしょ。結構、そうですね。取り替える。それがこれ水も中から。だいぶ来ちゃってます。でもフロアはこれ。でこっからの問題だから。ブラストでいいんじゃないかな。この辺も結構、あとここもこれ。そうですね、後ろ生き生きでもないけどちゃんと形になってるから。足をかけれるだけ生きてる。そう。ね、同じ。反対が。そうですね、この辺が。でも取り替えだから。こうかね。これは製作。作って新たに。これブラスト。これも作る作る場所だらけです。で水ね、だけもう浸透してきちゃって、これはなか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 ですね。
まあでもフレームしっかりしてるからいいんじゃないかな。そうですね、うん、変える場所と作る場所と、後ろいやああ後ろフはロアそうですね、フロアはしっかりしてる。フロアは横が結構穴が開いて、制作ここら辺もうん作りますね、この辺も作ります、燃料タンクのこのパイプがうん、新しい新しい、うん、ああ結構下から見ると、でもこれパイプ類はしっかりしてるからあ、うん全然しっかりしてるからその辺考えなくても、ねまあ、ブレーキホースなんて部品出るからはい、交換、もう何回も過去にこれ何回もやってる。ああ、これ、もうはい、何層にもなっちゃって、何層にもなっちゃってる。これ、ああ、相当ですね、これはこれを作って制作、こういうのはちょっと今まだ保留だな。部品があるのかわかんない。そうですね、部品あればあったで、うんそれの方が全体的にこれはちょっと下回りはでも思ったより全然悪くない。そうですね、悪くない。意外となんか端っこによって全然悪くない。だからフロア腹真ん中は腹下真ん中は大丈夫ですね、全然なるほど、これでちょっと下回りの状態が分かったね。分かったんで、これからちょっとどういう直し方をするか計画を立てて、そうだね。これライトバッフルとかも生き生きしてるから、まあ見えるとこが一番すごいひどい。そうですね、外からも見えるけど変えるものは変えて作るものは作れる。ビシッとビシッとなるね。なりますね、はい、じゃあこれからこれをはい計画を立てつつはい期待しててください。手をかけていきます。はいはい、はいじゃあまた次回。はいはい。さようなら。